いかがでジョンです。今回はナビ VS VA e スポーツというクランですね。多分ね、アーリーアタックスにいたハデスとか、その辺のメンバーのチームですね。なので結構ね、クラクラできるプレイヤーが集まってるんじゃないかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。先行対戦相手、ライドラッシュということでね。まあ、ライドラの強化がね、HP 入りましたっていうところと、環境的な問題で、やっぱり今、前回は速さもね、大事になってきてしまっているので、まあ、速度のある全開を目指すってなると、ライドラとかは結構選択肢に入ってきやすいのかなっていうところで、まあ、両サイドを雑にね、クイーンと、ロッキバラでね、サイドカットしつつ、進めていくような流れ。まあ、ここはあれですかね、キングは使わずにタウンホールを突撃艦で取って、まあ、キングロイちゃんパート後で使っていきたいという流れですかね。タウンホールにはレイジフリーズかけつつ、キングは外して流してきましたね。タウンホールが壊れたのを見て、再度流して。まあ、そうするとクイーンの方がね、ターゲットを受けずにしっかり進みますよっていうところ、レイジ、これがラストかな、どんどん打っていきますね。ちょっとライドラの方がね、このマルチアーチャータワーを避けて進んでしまっているのがあんまり良くないところかな。そして、ここはインビジブルを中心部使うことで、これはいいライドラになりそう。綺麗に真ん中マルチ降りつつ、ただ、まあ、やっぱり言った通り、ここを逃してしまって進んでいるので、まあ、直線上のね、マルチ IT、イーグル、クランジョとかがしっかり残ってしまっているのがちょっと、まあ、ドラゴンあるあるですかね。本体流れてしまうような展開。そして、ここで援軍が出てきてしまいます。援軍が出たのを確認してからロイヤルチャンピオン追加。ロイちゃんの能力は今まで通りのやつをフルレベルまでね、上げてるやつですかね。ヒーローはクイーンがクロックを使ってヒーラー追加。ドラゴン系だとこういうヒーラーをね、生み出すスキル結構強いかなと思います。ギアだね。まあ、フローズンアローがそんなにはクイヒーと違って、まあ影響あるところもあるかもしんないけど、まあヒーラーの方が外周流すだけならいいかなっていうところなので、まあ、クイヒーだったりとか、ドラゴン系両方やる人はね、これギアは両方上げていく必要があるのかなっていうところですかね。まあ、究極論すべてのギアをマックスまで上げて対戦でね、使い分ければそれがベストなんですけど、まあなかなかね、今の鉱石の周り上厳しいですからね。クイーンずっと壁殴ってたらね、これ。普通に殴りに行けばいいのに。わざわざ、こんな、かわいそうに相手のクイーン。変なとこまで。さあ、ピーカスもスーパードラゴンということで、まあ、速さ意識してるんじゃないかなと思います。さあ、ここはまずはバーバリアンテスラチェックからシューターを置きつつ、61天才はタウンホール巻き込んでモノリス区画。なるほど。そうするとタウン区画がかなり綺麗に孤立するような状況が作れるので、まあそこはシューターに任せてっていう感じですかね。まあ、前回を取るだけだったら、ここはね、もうちょいシューターを見た方がいいんですけど、速度を意識したもう早くも展開していきますね。で、ゴーレム追加、うまいね。この辺がやっぱり普通のラッシュと違う、うまいやり方だよね。で、ヒーリングトームで入れていきます。強いね。で、キングずらして入れていく。うまいね。まあ、タウンホールのところは、ちょっとスーパードラゴンも寄り道してくれたことで大工とかも削りつつ、シューターの方はね、タウンがクエイクで起動もしているので、プラスでこれスーパードラゴン強いな。すごいね。スーパードラゴンタウンホールサポートどころかもうほぼほぼ追っていきましたね。で、キングがフィストを使って、ここは外周流しだからか、ジャイアントガントレットじゃないですね。ジャイアントガントレットだけど、レイジじゃないですね。言い間違えた。で、バーバリアンを生み出すやつをしていきつつ、中心部までしっかりスーパードラゴン貫通。これがさっきのね、ライドラッシュ失敗になった要因と別で、援軍まで潰すことができると、ロイヤルチャンピオン自由なところから使って、ここはもう早くもホグ展開していきますね。ロイヤルチャンピオンはホグとブーメランというところで、ピカサ結構いろんなギアしっかり上げて配置に合わせて使い分けをしてるイメージがありますね。強い。早いね、しかも。対戦相手61天才のラバル編成。投石機がね、61で折れなくなりましたくらいかな。イーグルがすごい位置あるな。確かに強いね。モノリストマルチアーチャーターを天才で折りつつ、イーグルがまあ無料で取れるような位置にあるので、まあ拾っていきますかって感じですかね。食い火であっても確かにこの辺は拾いやすそうだし、スーサイドであれば、まあ余計バリューとしても火力も低いのでやりやすいっていうところかな。ベビドラもすごい綺麗に内側まで入り込んでますね。
ここからキングがアイゴレ追加して、クイーンがマルチアーチャーターのターゲット入ったっていうところですかね。まあ、ただ、それ以外のターゲットがしっかり分散されて、キングとアイゴレでターゲットが取れてて、ロイヤルチャンピオン角度つけて、9時方向から。ここは一気のピスト、強い。ボールブレーカーとか特に持ってきてないので、まあ、ここを穴開けしても良さそうかなっていうところですが、まあ、キングがもう勝手に穴開けてますね。ただ、ラバルパート下から突撃艦でタウンホールを見に行くような形だと思います。ラバストライカー、一気のトーム。で、突撃艦も当然混ぜていってなんですけど、なんかタウンホールがもうほぼほぼレるぐらいのHP のところまでキングが勝手に折ってますね。あの状況でキングこんな伸びるんですね。ボールブレーカーもね、開けたわけではないんですけどね。で、クイヒーの方はスーサイド、ヒーラーが追加するギアをつけており、まあ、ここら辺も中央入って伸びてくれてますね。で、相手のロイヤルチャンピオンはポイズンストライカー処理なんですけど、対地クロスボウが残ってたので、ストライカーの方は処理が、やられてしまいますが、まあ、ラバルの数がシンプルに多いので、もうこれは止まらない状況が作れている。ロイちゃんもまだブーメラン残ってたの、ここまで。すごいな。いやー、スーサイド伸びすぎでしょう。ナイスサラ。いや、うまかったですね、対戦相手も。さあ、ジーマは基本この編成をずっとやってるような感じがしますが、タイムを目指すならこの編成本当にいいですからね。さあ、10日兵舎がドカンと置かれていって、スケルトン1、2と置いてからのルートライダー、展開をしていきます。6時の方、3時か、3時の方のスケルトンはそんなに早く置く必要なさそうな気もしてるんですけど、なんで置いたんですかね、ここ。フリーズどんどん重ねていって、マルチ IT とかも固めてますね。外周部はペッカとバルキリー、ロイヤルチャンピオンも早いですが展開されていって、ここで一気のヒーリングトーム。ストライカーの方も混ざってるので、ロイヤルチャンピオンの処理うまいですね。こういう地味なトームのね、有効活用はいいですね。しっかり処理ができました。で、中央貫通しつつ、サイドの方も分けて貫通しつつ、ストライカーがクイーンの方のね、ロイちゃん処理した後、クイーンのところまで届きますね。で、タウンホール延々フリーズをかけつつ、一気の貫通。まあ、この編成って結構ね、ヒールを使う形が多いんですけど、まあ、スケルトン、インビジブル違う、インドラスケルトン。インドラスケルトンとかの呪文構成に似てますね。陸のインドラスケルトン編成のような感じで。まあ、今、環境的にルートライダーとかクイヒーをね、処理したいための配置としてね、結構シングルインフェルノが結構環境的に増えてて、まあそういったところに対応するように、まあヒールよりもスケルトンの呪文でしっかりターゲットを取ってとか、まあヒール使わんでもこうしてめっちゃくちゃ残ってるからね。ヒーリングトームのみの、これやばくない数。1、2、3、4、5、6、7、8体いるこれ。まだ8体残ってる。えぐいな。圧倒的オーバーキルですよ。他の編成でだって8体で160枠だよ。160枠やばいね。ラバ3体ぐらい余った上にバルも大量にいるみたいな展開だからね、ラバルだったら。ただ、61天才のルートライダーとスーパーバーバリアンが入った編成ですね。まあ、スパーチャとかが結構組まれる編成の天才型みたいなもんですかね。転載するのはモノリスとインビジブルタワーというところ、タウンホールは起動したんですけど、ここはタウンホールに投げていきましたね。タイムやばいな。1分10秒だって、ここから。アホみたいな。やばいでしょ。こっから1分10秒らしいよ。えぐいね。さあ、ルートライダーを両サイド展開していきますが、ここはテスラが出たことによって少しルートが剥がされていく。まあ、キングクイーンを両サイド投げて、これもドラゴンみたいな感じですね。昔のドラゴンこんな感じで両サイドね、キングとクイーン振り分けて出す。で、中心進めていくみたいなのがタウンホール低い時のドラゴン編成割とあるあるでしたよね。もはやもうルートライダーでやっちゃおうということで、さっきもそうなんですけど、なんだっけさっき。しっかりクイーン処理までスーパーバーバリアンとフリーズを使って落とし切りつつ、ドラゴン編成をこれ陸でやっちゃいましたパターンでしょ。なんだろう、もうルートライダーがなんかその辺の戦術代用効くようになっちゃってんだよな。さっきはインドラスケルトンをルートライダーでやっちゃいましたのパターンでしょ。HP 下放されたの知ってますかねみんな。もうちょいね、じゃあもういっかってなるはずなんですけどね。全然強くねになっちゃってるんだよね。再評価されてるもはや。
はい。カズマくんもここはルートライダーラッシュということで、まあ、そうなるのかな、環境的に。レイジ2枚ですね。さあまずはここキング使っていきますが、テスラが出ていき、ここはスニゴ分持ってきてるので、おお、なるほど。キングは6時から4時の方に流したいというイメージかな、ここは。ちょっとカットが間に合わないけど、スニゴブスーパーバーバリアンで、戻らない。ちょっとだるいっすね。こういうとこのカットちょっと甘くなっちゃいましたかね。で、東海弊社型ネクロも外周流しつつ、一気にここは内側入れて、まあ、トーム打つには結構絶好のスポットかなと思いますが、まだ打たない。ここで打っていく。かなり溜めてきましたね。ポイズンと間違えちゃったかな。レイジ打ってるよね、それ。そうだね。ポイズンとレイジを打ち間違えましたかね。あるある。さあここは中心フリーズ打って、スケルトンの価値を高めていきますね。マルチ IT からスケルトンを打たれてしまうので、ここはスケルトン延命の意味もあるフリーズを打ってマルチ IT 完封しつつ、10日弊社からスーパーホグ来ましたね。そっちにレイジを打ってフリーズまで重ねて打っていって、もう一回スケルトンを置いてますね。で、あとフリーズ2枚とスケルトンが1枚というところですが、スケルトン打ちどころちょっと難しくなっちゃいましたね、これ。まあ、フリーズ打って、まあ、どっかしらに絶対スケルトンに対応する防衛施設が残ってしまってるっていうところで、まあ、ちょっとめんどくさいかな。ロイヤルチャンピオンはここは能力解放していきつつ、従来のギアになってるようです。スーパーバーバリアンがまだ7枚あるのか。ここから。これは強いな。サービス終了編成のはずなのに、ここからまだあるのか。クイーンクローク。ただちょっときついな。スケルトンの呪文を使って、まあ、おでんに対するダメージ量を下げましたね、これは。ターゲットを3つ以上にすることで、ウォーデンにかかるマルチアーチャーターのダメージ量を1本にね、3本から1本に減らして、ウォーデンを延命したんですけど、まあ、そうすると12時のね、マルチ IT に対応できるユニットがもう残らなくなっちゃうんで、スーパーババリアンもね、HP が減りましたからね。まあ、弱体化かなりいい弱体かなと思いますが、今結構厳しい弱体化ですね。まあ、150ぐらいじゃ、ここはちょっとまだ伸びきんなかったのかなと思いますが、97%。さあ、ハデス。ね、アーリーアタックスに所属してたハデスですね。61天才のラバル編成で、クイーンマルチ IT 対1クロスボウのところ天才からのクイーン展開をしていきます。イーグル区画への。この配置も結構流行ってますよね。ガーゴイルカットと、投げていくと。バルーンを水戸に刺しつつ、ここはジャイアント使ってウォーデンのターゲをしっかり拾っていく。うまい。このジャイめちゃくちゃうまいね。で、多分フローズンアローついてるので、ここはウォーデン像を完封しつつ、もう一回バルーンを投げていくことで、ビズトも簡単に突破ができるよねっていうところ、ここもキングでね、プロイしていくと。3時のターゲットをしっかりキングで拾っていく。ウォールブレーカー持ってきてるんですけど、ここはまだ開けていかないで、先行しすぎるのを嫌ったんですかね。クイーンが合流するのを待つためだけに壁を殴らせてったってことですかね。もう1枚開けていきたかったところなんですが、ここはうまくいかず、さあ、突撃艦まで一気に入れて、トーム、ヒーリング、トーム。これはまあ、突撃艦を当然守る意味合いもありつつ、まあ、初手マルチ IT とかがね、結構多いのと、ラバハウンド両サイドにかけてトームかけてるのうまいですね。両サイド罠がないことが分かりました。からの突イエティの方がトルネード引っかかってタウンホール落ちなそうかな、これは。どうだろう。さあ、イエティは入りましたが、タウンホールはギリギリで残っていく。これはまさかの神防衛なるか。クイーンの方が戻ってってイーグル砲を打ち始めるんですけど、ロイヤルチャンピオンブーメランもこれはタウンホールまでは届かず。さあ、ここでロイヤルチャンピオンのダメージが入り始めますが、タウンホールがまだこれは回復がされていない。なんで安い直してんの？そんなんどうでもいいのよ。タウンホールを直せって話だったんですけど、まあ、大工さんちょっと優先順位をミスりましたね。タウンホールを直すことができず、ちょっと防衛できるかもしれなかったシーンだったんですけど、ここは拾われましたね。
まあ、ヒーローパートめちゃくちゃうまかったんで、うまかったなーって感じだったんですけど、まあ、突撃艦の方がトルネードに引っかかったことで、落としきることができず、まあ、防衛側からするとこういったね、突撃艦を届かせないっていうの結構大事ですからね。まあ、この辺でしか守る、あれがないからね。まあ、いい形で前回拾われちゃいましたね。さあ、ここはホッサンルートライダーじゃない、普通のドラゴンライダーですね。ドラゴンライダーが7体入った61天才編成です。まあ、ラバはドラゴンライダーの盾にする形が、まあ、もしくはラバルをショートね、バルーン6体だけ持ってきてるんですけど、まあ、そういう使い方をするかの2択かなと思うんですが、ここは61天才、ウィーンと対1クロスボウマルチ IT を追っていきました。ここは大工の方にターゲットが入ってるかな。どうだろう。大工ですね。ここは、迫撃砲はギリギリ範囲外ということをしっかり確認して、まだ待ってますね。で、ここでしっかり迫撃砲のターゲットをアーチャーで拾っていく。からのジャイキング展開。迫撃のターゲットまだアーチャーしっかり出してますね。次のアーチャーを。さあ、スーパーバーバリアンもサイドカットに使いつつ、キングでタウンホールを見ていきたいという流れですか。これフローズンアローかな。ツーサイドラバルでフローズンアローっていうの結構採用率低めではあるんですけど、ここもね、ジャイアントガントレットでタンクまで削ることでサイドカットとしてるんですよね。早めの対応うまい。クロスボウがどっか行った。どっか行きましたね。ジャイアントガントレットがやばすぎる。そしてフローズンアローを採用したことで、ここマルチアーチャーターンのところもクイーンが簡単に突破することができてますね。うまい。で、援軍が飛んでくるんですけど、ここに対してポイズンを置きつつ、フローズンアローも展開されて、シューターもくじ大きく削れてますね。で、ラバルパート、ラバルじゃないよ。ドラゴンライダーパートが始まっていきます。まあ、やはり盾として使っていくことがメインのラバハンドでしたね。で、一気のトーンをかけていくと。まあ、ドラゴンライダーなので、ここはレイジのね、レイジジェムだっけのヒーローギアつけてますね。まあ、火力が上がる方がドラゴンライダーからするといいということで。まあ、攻撃速度もそんなに速くないので、まあ、一発の重みを上げるというね、使い方ですね。で、スケルトンの呪文をモノリスのターゲットを取らせるような使い方しつつ、ロイヤルチャンピオン裏から差し込んで、まあ、火力が高いおでん像の方をフリーズ。ロイヤルチャンピオンは能力とフォックスのおかげでね、乗り切れるでしょっていうことで、スケルトンも展開されてるしね。さあ、ロイヤルチャンピオン悠々突破。ギアの方は両方新しいやつですね。ホグがもう間に合わないよ。追いつけません、ホグライダー。生み出しただけ。まあ、両方新しいヒーローギア使われてましたが、リッチですね。面白いね。18レベルまで上げないで17で止めて、新しい方、ホグの方も14レベルまで上げてということですね。まあ、鉱石の効率みたいなところもあるからな。まあ、おいおいね。ヒーローギアに関してはどれがいいとか分かってくると思いますし、まあ、ロイヤルチャンピオンは割と両方新しいやつ強いかなと思ってます。僕はホグの方を優先してあげたんですけど、ヘイスト薬も普通に強いと思うし、ホグもね、相当強いですね。なんかね、分かりづらいんだよね。地味なんだよね、ホグ人形って。でもね、強いんですよ。これクイーンは入れたかったのかどうかちょっと分かんないなって入りしてきたんですけど、入れたそうですね、これは。入れた入りでそこから出したのか。なるほど。ただちょっとうまく入ることはできず、外周キングが、外周じゃないや。なんか、外周流れてるけども、もはやキングだけで足りましたっていう。ただ、クイーンにやってほしかったのは、ここのマルチ IT 軍を打ってほしいというのが目的だったので、まあ、ここが綺麗に残ってるのは結構厳しいんじゃないかな。というか、ラバルの負荷が上がるなって感じですね。ロイヤルチャンピオンサポート3時から入れつつ、一気のラバトツトームをかけていくような形ですかね。ここもヒーリングトームを入れて、まあ、タウンホールの方は綺麗にこれで落とすことができそうですね。レイジまで置いていきますが、ここもトルネードワンチャンエアスイプッシュがあれば、レイジから外せそうなんですけど、エアスイはどうやらそっちには向いてなかったようですね。形だけ。タウンホールが今回落ちまして、残ってしまったね、このマルチがどこまで対応できるかというところなんですけど、ロイヤルチャンピオンの方が中心ぶち抜いてますね、この区画。
さあ、ここはロイヤルチャンピオンブーメランが出ない形でしたね。ブーメランは出ないものなんですよ。これは、ヘイストと HP が上がるやつですね。確かにスーサイドはそういうの強い。はい、というわけでね、最初のアタックが 87% だったんですけど、そこから相手は一本もミスらず、14点を確定させてきたところ、ラストアタック全開が取れば勝ち確定というようなアタックですね。全開以外は負けるというような最終アタック。クラウス、キングからのストライカー勝利でロイヤルチャンピオン外勝利しつつ、ヒーラー2体前もやってましたね。まあ15の頃からちょこちょこやってはいたんですけど、火力をコントロールしていくような形。ウッドランチャー久々に見ていく。ウッドランチャー新レベル出たからね、地味にこいつも。まあ10日弊社の新レベルが僕結構強いと思ってて、かなり評価できるかなってところなんですけど、ここはクローク打って、タウンホールの方を進めていきたいんですけど、インビジブルタワー発動、ここはフリーズまで打っていく。ウッドランチャーの役割としては、インビジブルタワーの早めの発動ももしかしたら入ってたかもしれないんですけど、これちょっと、クイーンの方は、ヒーラーつけてレイジまで打ったんですが、落とすことはできず、イエティ戻ってこい。ちょっとうまくいかないですね。珍しく。ロイヤルチャンピオンはイーグルまで降り切って、マルチ IT も触って、で、ジャイアントを使うことで、キングをロイヤルチャンピオンに当てないように、しっかり外側に釣ってますね。うまい。うまいね、この辺。ロイヤルチャンピオンの延命がうまい。テスラがすごい出てきた。さあ、ここで一気のトームをかけていきます。ヘイストが残りなくなりましたね。これがラスト呪文。結構厳しいかな。呪文が減っている。しっかりタウンホールまで落とせるだけのバルーンのみをタウンホールに届けてるとか、この辺うまいっすね。まあ、無駄にタウンホールにバルーンを出すと、どうせ潰れちゃうバルーンなんでね、ギリギリまで少ないバルーンで。あれ陸ですね、ウォーデン。歩いてしまっているウォーデンが。なんということだ。で、ビギーか。で、裏からスーパーバーバリアンを使ってテスラとかもちょっかいをかけていくんですけど、クイーン処理の方ができてない。いやー。どうだこれ。防衛施設の方はこれで全部落としきることができそうですね。テスラまで降り切って、あの状況からこれでしっかりラバルで挽回できるのはさすがですね。まあ、なかなかタウンホール残ってしまった時点で、無理やんこれってなりますし、結構ラバルは難易度上がっちゃったんだけど、あれで。これは時間が間に合わなそうですね。ホーミングも真ん中ヒットで、なんと 95%。はい、というわけでね、13対14で対戦相手の勝利になりました。まあ相手もね、ライドラッシュ結構リスクを負って時間を取りに来たアタックだったのかなと思うんですけど、その後以降がね、もう 87% になったので、まあどうせ時間勝負にはならないから確実な全開ですを目指していくっていうような形に両サイドなった結果、まあ、ゆっくりでもしっかり確実にね、取ってきた対戦相手。まあ惜しかったね、クラスのアタックは。ちょっとインビジブルタワーが噛み合わずっていうところで、ドランチャーの役割は多分インビジブルタワーのね、早めの解除とかもしかしたら入ってたかもしれないんですが、そこがね、クイーンが合流するタイミング、ドンピシャであってしまって、良くない形になっちゃいましたね。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価でチャンネル登録お願いします。さよなら。